はいどうも、今日はですね、銃ではなくて懐中電灯の方をねちょっと紹介していきたいと思いますけども、はい、皆さん拳銃とかにねよく懐中電灯がついている写真をね見ると思いますけども、これはですねアメリカでは英語では、WML と言います。何かというと Weapon Mounted Light、日本語に直すとね銃につけたライトそのままなんですけど、こちらに4つ拳銃、ライトがついたものがあります。気づいたかもしれないですけど、ちょっと自分の手白になってます。これペンキ塗ってたんでね、ちょっとそれは勘弁してください。ということでね、こちら拳銃にいっぱい懐中電灯がついてますので、こちらをね紹介していきたいと思います。なぜそもそもまず銃にこういう風に懐中電灯をつけるのかなんですけども、利点として言えばまず PID という言葉があります。PID は Positive Identification ですね。これは標的をしっかり判別することができる。こういう風にねライトをつけることによって、相手を標的をしっかり判別することができるということですね。ホームディフェンスとかそういうシチュエーションでは関係ない人を巻き込みたくないですよね。家族とかね、悪いやつだけをやっつけたいんで、こういう PID をねしっかりできるっていうので、このライトはとても役に立ちます。逆にね弱点として言えば、まさにこのライトがついてるポジションなんですけども、このライト PID をするためにこの銃口をね人に向けないといけないですよね。ってことは関係ない人にもねこういう風に銃口を向けなあかんわけですよ。 PID をしようと思えばね。それが弱点ですね。通常ならばねルールナンバー1、銃口を人には向けてはいけない。もしやもう関係ない人に絶対銃口は向けてはいけないっていうのがルールなんですけども、この PID を暗闇でしようとすれば絶対銃口を向けないといけないっていうのが弱点ですね。あともう一つ言えば、ホルスターがねなかなか見つからない。やっぱりねこういう風にねいろんなライトがついてると銃だけじゃなくて銃のライトをついたホルスターをね探さないといけないんですよ。こちらにね P365XL 自分のキャリーガンですけども、こちらはねホルスターこれがありますけども、これはね特別にこのライトを使った、ホルスターを買ってます。ですのでまずホルスターを見つけるのが面倒いと、さらにねホルスターもちょっと値段上がります。ライトついてると、はい、そういう弱点がありますね。最後、弱点って言ったらあれですけど、やっぱりねこのライトをつけてるとちょっとフロントがね重くなってしまうんで、全体的な重量が重くなるっていうのはあるんですけども、逆にねそれがリコイルコントロールしやすいっていう点にもつながっていきますんで、完全に弱点とは言えないですね。あとねやっぱりライトつけてるとかっこいい見た目がものすごいかっこいいっていうね、そういう利点もあるかもしれないですね。はい、今ここにね4つ拳銃がありまして、全てにね懐中電灯がついてます。はい、まずこちらはね VP9 ですけども、これにはねシュアファイヤーの X300U っていうのがついてます。これは有名どころですよね。皆さんもね日本でよく見れると思いますけども、見た目的には一番かっこいいやつですかね。はい、こちらのシグにはね今度はストリームライトの方がついてます。ストリームライトの TLR-1HL ってやつですね。こちらはねあまり日本で見たことがないかもしれないですね。で3つ目ですけども、こちらは自分のキャリーガンに言いましたけどもね、P365XL、 こちらにはね同じくストリームライトの TLR-7 サブっていうね、コンパクトなライトがついてます。まずこちらね、シュアファイヤー X300U なんですけども、こちらはね B モデルと A モデルがありまして、こちらは A モデルになります。 A モデルはこのクイックディタッチシステムですね。はい、こうやって簡単に取れるのが A モデルです。こちらのスペックがですね、まず1000ルーメンあります。でカンデラっていうのはねライトの集中度ですね。カンデラ数が高いほどライトの集中度が高いってことです。こちらのカンデラ数が11300になってます。で継続して点灯できる時間が 1.25 時間ってことになってますね。対してこちらのストリームライト TLR-1HR ですけども、こちらも同じく1000ルーメンあります。ただカンデラ数が高いですね。カンデラ数が2万もあります。そして継続点灯時間が2時間、結構長いですね。はい、これをね自分2つ持ってます。そしてねこちらのちっこいやつですけども、同じくストリームライト TLR-7 サブですけどもね、でルーメン数が500、カンデラが5000ってことになってます。で継続点灯時間が 1.5 時間、さっきのやつと同じですね。はい、1.5 時間点灯できます。そしてねこれら全部の懐中電灯全て同じバッテリーを使ってます。 CR123A ですね。さてこちらねシュアファイヤー X300、かっこいいのはかっこいいんですけどね、値段がねめっちゃ高いですよね。アメリカのアマゾンだいたい320ドルぐらい、日本でもね多分6万円ぐらいするって聞いたことあります。はい、対してこちらのストリームライトね、スペック的には全く同じなんですよ。でこれ130ドルぐらいですね。アマゾンでめちゃくちゃ安いんですよ。もう半分以下ですよね。ですんでねコスパを考えた時に、機能的に考えた時にやっぱりこれねシュアファイヤーこっちを買うのはねちょっとね気が引けてしまいますね。こちらのライトは自分セールで220ドル買ったんでね、それで買ったんですけど、320にちょっと懐中電灯は出せんなって感じですね。こちらの130でね全然使えるんで、自分はストリームライトよく使います。今暗い状況でねストリームライトの TLR-1 の方をね見ていきたいと思いますけども、ここからだいたい30メートルぐらい先に白い標的を置いてます。それがねどんだけはっきり見えるかっていうのをねちょっと見ていきましょう。ではストリームライト見ていきます。こんな感じですね。もうはっきり見えますね。
すごくはっきり見えます。これが1000ルーメン、そして2万カンデラですね。ストロボでやってみます。すごい明るいですね。次はね、ショーファイヤーの X300U、 こちらがね同じく1000ルーメン、カンデラ数が11300ですね。見ていきましょう。ストリームライトと比べるともうちょっとね光がね分散してるって感じがしますね。あんまり集中してない。こちらがシュアファイヤー、そしてこっちがストリームライトですね。わかります？違いが。こっちの方がねもうちょっと広がってる感じで、ストリームライトの方はもうちょっと集中してる感じがしますね。これがね11300カンデラと2万カンデラの違いです。ルーメン数は一緒なんですけどね、カンデラ数が全然違います。次はね自分のキャリーガンについてるストリームライトの TLR-7 になりますけども、こちらが500ルーメン、そして5000カンデラです。見ていきましょう。だいぶ暗いですね。でもこれでも別に使えないってわけじゃないですね。はい、特に家の中とかね建物の中やったら全然使える程度ですね。今度は逆にね照らされる側から、見ていきたいと思いますけども、まずはストリームライトからいきます。こんな感じですね。ストロボいきましょうか。次はシュアファイヤー X300 でいきます。違い分かります？ではもう一回いきます。こちらがストリームライト、ショーファイヤー、ストリームライト、ショーファイヤー、最後にですね3つ目、こちらまたストリームライトの TLR-7 でいきますけども、こんな感じですね。まず最初ね、こちらのグロック17、Gen5 ですけども、これを打っていきたいと思います。こちらについているのがストリームライトの TLR-1HL ですけども、オペレーションがですね、こちら左のスイッチがあるんですけども、この左のスイッチを下に押すとモーメンタムになります。モーメンタムですね。これをダブルタップするとストロボになるんですね。はい。で、コンスタントは右のスイッチになります。右のスイッチを下に押すとコンスタントになります。で、ストロボのコンスタントもできて、ストロボのコンスタントは左右になりますね。左右にするとストロボがコンスタントになります。ではね、通常のコンスタントで、10発打っていきたいと思います。いきましょう。はい、こちらね、シグの P320 ですけども、こちらはね、同じくストリームライトの TLR-1HL がついてます。こちらはね、今度コンスタントのストロボを使ってね、打っていきたいと思います。いきましょう。今日ちょっとね風が強いんで風の音入ってたらごめんなさい。次はですねこちらの HK の VP9 で、シュアファイアの X300 をつけてね打っていきたいと思いますけども、こちらのオペレーションは、モーメンタムがね今度押すことにまずクリアしましょうか。はい、クリアですね。はい、この後ろねボタンを押すと、モーメンタムでライトがつきます、ね。そして、戻すとスイッチを下ろすとこれは右左関係なしにねスイッチを下ろすとコンスタントになります。スイッチがねちょっと硬いんですけどね。はい、だからねこれで10発打っていきたいと思います。いきましょう。
次はねこちら P365XL ですけども、懐中電灯はストリームライトの TLR-7 サブがついています。まずはクリアしますね。はい、オペレーションはですね右左同じなんですけども、これ1回押すとコンスタントになりますですね。これを押し続けるとモーメンタムなんですね。はい、押して離すとモーメンタムです。1回押すとコンスタントです。ではねこれを10発撃っていきたいと思います。さてバンバン打ってきましたけどもね、感想を言っていきましょう。まずこちらのね、ストリームライトの方からね感想を言っていきましょうか。 TLR-1HL コスパ的に最強って言いましたけどもね、やっぱりね使いやすいです。スイッチがね結構軽いんですよ。モーメンタムもねコンスタントもものすごく軽くて本当につけやすいです。片手のオペレーションでも全然できます。逆にねこの軽いのが弱点やっていう人もいるぐらいです。軽いからつけたくない時に勝手についてしまうっていう可能性がなきにしもあらずなんでね。はい、対してこちらのシュアファイヤー X300 ですけどもね、スイッチがめちゃくちゃ硬いですんで、間違えてねまず押すってことはねほぼありえないんですね。まああるとしたらこのモーメンタムをね間違って前に押してしまうっていうぐらいなんですけどもね、はい、これもねまあそんなに柔らかいスイッチじゃないんで、モーメンタムもそんな間違って押してしまうってことはまあ少ないと思いますけども、コンスタントがね重いで片手では絶対無理ですね。片手でこういう風にねつけたり消したりするのはちょっと難しいですね、自分はね。まあそれもね練習すればまあ解決する話かもしれないですけども、まあ自分が使った感じではちょっとスイッチ硬すぎるかなと思いましたね。こちらはねコンパクトの懐中電灯ほんまに好きなやつです。スイッチがねほんまにねポジティブって言ったらいいですかね、カチッカチッでね本当に好きな、ライトですね。この2つどっちか選べって言われたら自分はね正直言ってストリームライトを選びます。まず130ドルっていう値段、そしてスペックがほぼ一緒っていうことでね、こちらわざわざね、まあかっこええから中低 X300 ショーファイヤーの方をね選ぶ理由はちょっとないかなと思いましたね、正直言ってね。そしてね、この WML ですけども、やっぱり売ってるとねこれトップの方がね剥げてきます、ペイントがね。こちらの方まあもうこれで何発ぐらいですか、200発、まあもうちょっといったかな、300発ぐらいもう売ってるんですけども、それでもねもうペイントが剥げてきてます。これはねストリームライトも一緒で、こちらのトップの方ですね、これもペイントが剥がれてきてます。まあこれはしゃあないことなんですけども、まあこれもねちょっと年季が入ったっていうね、ちょっとそれもかっこいいかもしれないですけどね。はい、ということでね、ライトいろいろ紹介してまいりました。日本ではねサバゲーとかでしかこの用途がないかもしれないですけども、まあこちらに住んでる日本人の方、駐在の方とかでね、もし拳銃を買えることができるなら一家に一つこのフルサイズの拳銃をね家に置いといて、そして懐中電灯をつけてるといざという時にねものすごく便利やと思います。質問等ありましたらね、コメントに残してください。コメントくださる方大好きです。ということでね、今週もありがとうございました。では。